皆さんこんにちは、角川のりこうです。本日のテーマは、花屋でお花を選ぶポイントということで、早速やっていきましょう。はい、ということで本日はですね、よくお花屋さんに行くけど、いろんな種類があって何を取り合わせていいかわからないという方や、実際に買って生けてみたものの、出来上がったお花がなんとなくイメージと違うっていう方は必見というところで、今日お伝えするポイントを意識すると、初心者の方でも綺麗にお花飾れるんじゃないかなと。花屋でお花を選ぶ際はね、未だに私もかなり悩んだりすることはあるので、今日の動画が何か皆さんにとって参考になれば嬉しいなと。ちょっと買ってきたお花を順番に開けてみていきましょうか。もしこの動画が初見だという方は、過去にもいろんなお花を綺麗に飾るポイントとかテクニック、たくさんご紹介していますので、ぜひね、チャンネル登録ポチッと押していただいて、他の動画もお楽しみいただければ幸いです。また今日の動画はですね、最後に大きなポイントも皆さんにお伝えしたいと思っているので、ぜひ最後までご視聴いただければなと。で、ざっと今開けてみたんですけど、今日もユニクロフラワーからお花は購入してきました。まず1種類目がこちら、ドラセナサンデリアーナ。観葉植物で人気なドラセナの仲間ですね。これは1袋から3本入っていたので、1本110円。超お得。しかも持ちがいいですからね。ずっと水につけて飾ってると下から根っこが生えてくるので、ものすごく長く楽しめる。そんな葉っぱです。続いてこちらがスプレー菊。枝分かれした小菊ですね。これは1袋に2本入っていました。続いてこちらが、これも菊になるんですけど、品種名で言うとディスバットマムとか、一輪がとっても華やかな洋菊になります。で、最後にこちらがスプレーストック。スプレーストックなんですけど、これをストックなんて呼ぶ人もいますね。そんな華やかなラインナップで本日はお送りしていきたいと思います。よっしゃ。そしたら早速生けていきましょうか。で、今日はですね、実際にちょっとしたお花を生けながら、花屋でお花を選ぶポイントをお伝えしていこうかなと。で、まず最初のポイントが、一輪がこうやって華やかなお花を選んであげる。今日はこちら、洋菊を選んできまして、先ほどご紹介した枝分かれして小花が咲く、いわゆるスプレー系なんて私は呼んでるんですけど、小花系ではなくて、バラとかカーネーションとか、こうやって一輪が綺麗なものを最初は選んであげると良いです。でこれね、実際に生けながら説明していくと、より理解が深まると思うので、まず一輪が綺麗なものを、2輪ないし3輪ぐらい用意すると良いですね。で、ちょっとこのまんまだと2輪の高さが近いので、もうちょっと下げていきましょうか。この辺のお花を綺麗に飾るポイントというのは、常にこのチャンネルでご紹介しているので、生け花っていうのはなるべくこうやって高さに変化をつけてあげると綺麗に入るんですけど、お花一本一本の表情を意識しながら高さに変化をつけて生けていく。まずですね、こうやって一輪がとっても綺麗なお花がポンポンと入ると、それだけで存在感もありますし、出来上がったお花というのもこう華やかにまとまるんで、ただこのままですと、まだ下の部分がこうスカスカと隙間になってますよね。じゃあこの隙間をもうちょっと華やかにしたいというところで、次に選ぶべきお花が、こういった小花系、こちらを生けていく。で、こういうスプレー系というのは、一本からこう、ふわっと枝分かれして広がっているため、最初に生けたこういう一輪タイプと比べて、高さの変化というのがちょっと曖昧になってしまうんですけど、そこもしっかりと意識をして、こう、高さに変化をつけるというのがポイントになりますね。ですので、まず1本目は、ちょっと長めに。これも実際に見てもらった方がわかりやすいな。まず1本目は少し高めにいけるんですけど、今の状態ですとこの辺がまずかなり空間が空いてるので、そこをこう締めるように、ちょっとこのままだとこの子がかぶっちゃって見えないか。もう少し低く。そうなってくると、今ギリギリここの枝分かれしてる部分まで攻めたんですけど、これをですね、このまんまいけると、今上の花の位置というのはものすごくいい位置に入ってると思うんですね。この最初に生けたお花を邪魔せず、でも先ほどの隙間というのがかなりこうキュッと引き締まったのが見て取れたかと思います。ただ、高さに変化をつけるというところで見ていくと、これが短い位置にこう入ったとしても、最初に生けた小菊、下の部分にもこうやって小花がたくさんついているので、おっとっと。で、こうやって入ってると、なんとなくこの小花というのがボテーっと一続きに見えてませんか？ですので、2本目に入れるスプレー系、今回ですと小菊ですけど、これもしっかりと下の方についてるこういう小花は事前に取ってしまうと。で、これ落とした小花というのも小さい小瓶とかに入れてあげると綺麗に飾れるので、決して無駄にはならないんでね。で、そうすると先ほど下の方までついてた小花がだいぶ上の方にこう密集しましたね。そうやってなるべく事前に下の方を軽くしといてあげると、
2本目を入れた時に移り合いがいいんでね。とりあえず1本目はちょっと上の部分、この辺りを引き締めるように入れてみました。でこうやって見てみるとまだこの辺りがスカスカしてるので、そこを2本目の小菊で引き締めていく。かなり短くいけるので、この辺で落としましょうか。でこれはこれで後からまた足せるんでね。でちょっとボテボテしてるなと思ったら、いくつかにこう枝分かれしてるので下の部分から切っていくといいんですけど、1本ぐらい落としておこうかな。でそうすると上の部分だいぶ軽くなるんでね。あとこのぐらいの長さだったら後からこれもこう足せるので、ちょっと様子を見ていけていく。でそしたら1本目の小菊と高さや空間を意識しながらしっかりと短めに、ただ窮屈になりすぎないような、そんなところを狙っていけていく。こんな感じかな。これでいかがですかね。1本目と2本目の小菊でしっかりと高さに変化、そしてお花同士にここ少しでも空間があるので、最初見てもらったように一続きでボテッとした印象にもならなくなったんじゃないかな。でさらにですね、今小花系が入ったことで最初のポイントのお花だけだと下の部分がスカスカしてたのがだいぶこう引き締まって華やかになってきたんじゃないかな。今日のテーマであるこれだけ押さえれば間違いないっていうポイント、一輪が綺麗なものに対して小花系を取り合わせることで出来上がった花にメリハリも出てきますし、最初に生けた一輪のお花というのもこういう小花系が引き立ててくれるので一気に調和が生まれてくると。で続いて3種類目、3つ目のポイント、これはあった方がよりいいというところなんですけど、こういう葉っぱ、葉物系を選んであげる。今このお花見てもらうともう十分これだけでも綺麗に飾れるとは思うんですけど、葉っぱが入ると厚みになってくるので、これもまあ実際に生けながら見ていただければなと。で今日はですね、このドラセナを選んできたんですけど、例えばこの一輪タイプのお花、バラとかを選んであげると葉っぱがこう割とついてるんですね。で花に元からついてる葉っぱを利用してあげると、逆にこういう葉っぱというのは必要ない場合もあるので、そうするとその分葉っぱを買わなくていいのでお財布にも優しくはあるんですけど、今日の菊だとついてる葉っぱがちょっと少なかったりとか、あとカーネーションなんかを選ぶとほとんど葉っぱがついてない、そんな一輪タイプのお花とかもあるので、こういう葉っぱが入るとより下の部分がこうふわっと華やかにまとまってきます。で特にですね、今入れたこの1枚の葉っぱなんですけど、生け花ではねじめといって下の部分をキュッと引き締める、そんな効果があるんです。これ今何気なく入れたんですけど、ない状態だと下の部分がこうかなりスカスカと見えていたりとか、器とお花に関わりがないんですけど、このねじめのテクニック、下に葉っぱをふわっと足してあげることで足元をキュッと引き締めたりとか、少しこうやって器に関わりを出すことができると。でそうすると一気に器と花との一体感もこう出てくるので、ただこのままだと今このドラセナ・サンデリアーナという葉っぱがこの足元に唐突に1本だけ生えていますよね。でちょっと上の花との関わりがないので、もし葉っぱも花屋で選ぶとしたら2本ぐらいあるとまとまりが出てきます。で他のお花と同様、今1本目は低い位置に入っているので少し高い位置で生けていく。でこれもよく皆さん初心者でやりがちなんですけど、葉っぱでこう下の部分を隠したいっていうので下にこうやってだらーっと入れちゃう人がいるんですね。でそうすると何が起こるかというと、なんとなく下がこうボテッと重たい印象になってくる。先ほどの小菊じゃないですけど、葉っぱもこうなんかダラダラーっと一続きに見えませんか？ですのでこれもしっかりと高さに変化をつけながら生けていくとメリハリが出てくるので良いです。で無理やりこの辺にこうやって詰めてしまうと、せっかくできた空間が埋もれてなんとなくこうボテッとしたアレンジメントっぽいお花になってしまうので、花同士の空間はしっかりと意識しながら、次に私だったら少し外側にちらっと見えるように2本目は生けていきますかね。これで低いの、中ぐらいのっていう感じで入りました。で今日は1袋に3本入っていたので、せっかくなのでこちらも足していく。でこれもやはり高さに変化をつけたいので2本目より少し高い位置で奥行きに生けていく。こんな感じかな。これでだいぶ葉っぱが入ってふわっと華やかになったんじゃないかな。ちょっと立体的にもお見せしましょうか。横から見るとこんな感じですね。ねじめに使った葉っぱというのは短くして前に立体感が出るようにキュッと入れています。で前後の立体感というのもとっても大切なので、葉っぱもこうやって見てみると一番前に短いのがあって、2番目に入れた中間のものは真ん中のところに入っている。で一番長いのは一番後ろに入れても高い位置にあるのでちらっと見えるというところで一番奥行きに入れています。で最初に入れた葉菊も長いの後ろ、短いのは少し前、次に入れた小菊、小花系も
短いものはぐーっと前に張らせて、最初に入れた長いものは少し立たせて前後に立体感をつけています。ということで、ここまでで見てみると、これはこれでもう十分綺麗に飾れそうですね。でももうちょっと華やかにいけたいなと思った時に、続いて私が花屋で選ぶポイントとしては、こういった線の花材を選んであげる。今日選んだこのスプレーストックというのは枝分かれたくさんしてるんですけど、一本一本がこうスラーっとしていますよね。こういった線のものを選んであげると綺麗にまとまります。ただ枝分かれしているこのまんまをボサーっといけてしまうと、ちょっと上の部分がボテボテっと見えてしまうので、枝分かれしている部分を少し整理していきます。これも基本的には下についているものから落としていくと良いですね。したら一番メインの茎から伸びてまっすぐとつながっている長いものが1本。これ1本だけ付け枝取ってあるんですけど、そして今落とした付け枝が3本、こうやって4パーツに分けることができました。こういった花材を一番伸びやかにスッといけてあげると。今日選んだこのスプレーストックというのは、ある意味こういう小花系でもあるので、線の花材、メインとしても使えますし、こういう落としたのを丁寧に中心に混ぜ込むことで、今日ですと小菊ですね。こういう小花系の代表として中心を華やかにまとめる、そんな用途としても使える、とっても優秀なお花になります。また最初にお伝えしたように、今日はお花で華やかにまとめるっていうところでガラスのすっきりした器を選んできたんですけど、より生け花らしくっていうんですかね、これがちょっとアレンジメントと違うポイントだなと私は思ってるんですけど、こういう枝物が入ると一気にこう渋い感じになってきませんか？今見てもらってる赤目柳という柳だったり、こういう葉っぱが落ちた枯れ枝、これは錦木っていうんですけど、葉っぱが落ちても面白い枝なので、こういう枯れ枝が入ってもすごく味になりますし、あるいは春だと雪柳や桜などの花木、夏場は蓮魚とか葉っぱがふわっとついてる、そんなものを入れてあげると四季というのも身近になってくるので、こういう線の花材がスラッと入ることで一気にまた印象が違ってきます。で今日はちょっと華やかに可愛らしくまとめようかなと思ったので、スプレーストックを選んできました。こういう花材はですね、今落としたこの付け枝、これも線として足せるので、こういうのを高さにやはり変化をつけながらツンツンとこうやって足していってあげることで、ふわっと華やかになってくるんでね。ちょっとこっち側にも飛ばしていきましょうか。今日はお花なんで少し中心部分に混ざり込んでも華やかになるかな。こんな感じでいかがでしょうか。で、こういうガラスの器は下剣山が見えて嫌な場合は、これもこのチャンネルではもうおなじみなんですけど、こういったビー玉を沈めてあげると下がすっきりと華やかに見えてくるのでおすすめです。後でもう少し足していこうかな。ということで、これでちょっとした華やかなお花が出来上がったわけなんですけど、最後にもうワンポイントお伝えしたいところがあって、今1種類ずつ順を追って見ていただいて、最初の輪のお花と小花、それだけでも飾れるっていうのも見て取れたかと思いますし、そこに葉っぱを足すとまたそれはそれでこう華やかになったっていうのも見ていただきました。で、最後にこうやって線の花材を足すことで、より空間に働きかけて伸びやかなお花にすることができる。これをベースにさらに先ほどご紹介したこういった線の花材、次は枝物がいいと思うんですけど、こういうのがスーッと足されることで、先ほどまでお花だけだったので華やかな印象だったと思うんですけど、一気に生け花らしくなるので、そんなところでシンプルなこういう水盤に移し替えてみたんですけど、このあたりもぜひ参考にしていただければなと思います。ということで、これだけ意識すれば間違いないというお花選びのポイント。まず一つ目が、一輪が綺麗なポイントとなるお花を選んであげる。続いて中心部分をより華やかにまとめるために、こういう小花系を選ぶ。1番、2番で選んだお花に葉っぱがあんまりついてなかった場合は、こういう葉物系を取り合わせてあげると、より中心が華やかにまとまります。で、最後4つ目、空間に少し働きかけるようなこういう線の花材が入ると、より生け花らしくなるので、この後作例を2作ご覧いただきながら、皆さんもぜひ参考にチャレンジしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方は、チャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。